はペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙でちょっとリアルな松ぼっくりを作ります。色画用紙やクラフト紙、封筒や折り紙など作りたい松ぼっくりに合わせて紙を選びます。今回はクラフト紙で作ってみます。作りたい松ぼっくりの大きさに合わせて丸いものを用意します。今日はこのくらいの大きさでテープの内側の丸とそれよりも小さな丸のものを探してきました。テープの内側の丸を6枚、それより一回り小さいものを2枚写して切っていきます。大きい丸が6枚、少し小さな丸が2枚切れました。丸い紙を折っていきます。半分に折って、さらに半分に折ります。そしてさらに半分に折ります。一度に折ると折りにくいので、上側と下側とそれぞれ折っていきます。さらに折ったところを半分に折ります。裏に返して裏側も半分に折って折り線をつけます。今折ったところを戻します。折り線の一番上のところから両側に少し斜めに切り落とします。このように屋根のように切り落とします。その後少し角を丸く切り落とします。一度にいっぺんに切ってしまっても大丈夫です。このようにちょっと丸くて屋根のように切ります。広げて先ほどこちらとこちらは筋をつけましたが、こちらの2つには筋がついてないので、こちらにも折り筋をつけていきます。ついてない折り筋のところを右と左に持ってきて、このように折り筋をつけます。広げてみますと、このように8枚の花びらがついたようなお花の形になっています。この8枚の花びらを3つと5個の花びらに分かれるように切っていきます。3枚つながっているものと5枚つながっているものに切り分けました。長い方の折り線が谷になったり山になったりしているので、同じ方向の折り目に直します。こちらのように5本とも山折りにしました。こちらも同じように3本山折りにいたしました。接着剤を準備します。5枚の両端をこのように重ねて貼りたいと思います。折り目が山折りになっている方が外です。接着剤を軽く塗りましたら、折り目と形が重なるようにこのように貼り合わせます。
3枚連なった方も同じように両端を貼り合わせます。このように三つ折りのような形に重ねて接着剤を塗ってこのように貼ります。半分に折ってこの真ん中の折り線の根元のところに少しだけ切り込みを入れます。こちらの方も真ん中の折り線の下の方にこのように切り込みを入れます。つながった花びらが離れるようにこの接しているところを途中まで切っていきます。根元はつなげたままにしたいです。このような形です。こちらは4枚ありますのでこのように4枚離れるように切ります。こちらは2枚になるように同じように途中まで切り込みを入れます。爪楊枝やお箸のような少し細い丸い棒でカールを入れたいと思います。この1枚の両側が外側に行くようにこのように丸い部分に合わせてカールをつけていきます。2枚の方も同じようにカールをつけていきます。すべて同じように作りました。大きな丸の方で6個ずつ、小さな丸の方で2つずつできました。同じ紙で長方形のパーツを1枚切ります。長い辺は小さく切った丸の方の直径と同じぐらいの長さ、短い方はその半分の長さの長方形のパーツになります。この紙をこのように曲げたいと思います。紙には曲げやすい方向と少し曲げにくい方向がありますので、曲げやすい方向でこのように切っていただくと作りやすいです。丸めやすいようにお箸のような棒で一度癖をつけておきます。そしてさらに細い爪楊枝のような棒でくるくると巻いてこのような細い形に貼っていきたいと思います。くるくると巻いたらこの端に接着剤を塗ってこのように棒状にします。丸めた棒状の先に接着剤をつけます。小さい丸で作ったこの2枚のパーツの方を下からこのように通して上まで持っていき、この接着剤が塗ってあるところまで持っていってしっかり貼り合わせます。貼り合わせた根元のあたりに接着剤を一周このように塗って、またもう一つ小さい方の2つのパーツを下から通して、でこの隙間のところに
この花びらのような形が重なるように下から持ってきて貼り合わせます。上から見るとこのような形に貼ってあります。また同じように根元に接着剤をつけます。そして今度はこの大きな方で作った2枚のもの、これを同じように下から通して貼り合わせます。で今度はまたこの下になっている方の切り目の上にかぶさるように貼っていきます。また同じように貼っていきます。これを繰り返していきます。2枚のパーツがすべて8枚とも貼れました。今度は4枚のパーツの大きい方から同じように貼っていきます。根元でしっかり貼れるように押さえておきます。そうしましたらまた接着剤を根元につけて下から通して貼っていきます。でこのように切れ込みがずれるように重ねて貼っていきます。また接着剤を塗って貼ります。順番に貼っていくとこのように少しずつ下にずれるような形で貼っていくことになります。一度にこうやって続けて貼ると、ずれてちょっとね貼りにくく感じる場合は一つ貼ったら少し時間を置いてまた少し乾いた頃に次のものを貼った方が貼りやすいかと思います。大きな方がすべて貼れましたら続けて小さな方も同じように貼っていきます。しっかり根元まで貼っていきます。これで全部貼れました。今は
貼ったばかりなのでちょっと閉じた松ぼっくりになっていますが、もう少し根元がしっかり乾いてきましたら、このように1枚ずつ起こすように剥がすと広がってきますので、形をその時に整えてください。普通の松ぼっくりのようにする場合は、この長く余ったところをハサミで切り落としてしまいます。リボンなどで吊るしたいとか飾りたい場合には、この長い柄を利用してこのように飾っていきます。折り紙のような色がついた紙で作ると、このような松ぼっくりになります。また一回り大きなサイズで作ると、このように大きな松ぼっくりも作ることができます。ぜひいろんな色でいろんな大きさで楽しんでみてください。